惨状をみんなに見てもらいたい。なんぞや、本はここに持ち込まない。化石恐竜、なんとスマホケースに。深海で捜索をしている田原出部長。無機物の石需要、一群が集まってますね。砂丘率で着地点の美しさ、人間的な深みと魅力。リアルな作業の環境をお見せしようかなと思って、ちょっとひどいんですけれども見て、これいくよ。これが私の今待ち受け画像ね。そしてこちら可愛いからちょっと後で紹介するね。待って、その前にまずこの机の惨状をみんなに見てもらいたい。もう私はですね、自分がマキシマリストであるっていう認識は全くないんですけれども、まっさらのお家に引っ越したはずなのに、なぜかこのような惨状になっているっていう状況でございますこれでも掃除したんで今日撮ろうと思ってさ、掃除してこれでこの貝とかなんぞやって感じなんですけども、ここがですね、私の今の期日がある系の作業のスペース。そっちにキッチンがあるんだけど、基本的に一日中もうここにいるっていう感じ。ここにね、塩もあってなぜにダイニングなのかっていう話なんですけど、少し前までだいぶ修羅場でご飯食べながら作業するようになって、そっからそのままっていう感じですね。本はここに持ち込まないって決めてます。もうここはもう作業する場所っていう感じ。動画編集もこの机でやるんだけど iPad でやってます。パソコンはほんと仕事だけ。これが MD ノートの色鉛筆。これのいいところは2本ずつセットで入ってるの800円ぐらいなのに、もうすごい色がねぴったりしっくりくるんですよ。この3本で創作デスクでも使っております。これはねちょっと怪しいんだけど、これインク詰める用ね。相変わらず聞いてるのが宇多田ヒッキーのサイエンスフィクション。パッドモードも聞いてます。相変わらずのお香だ。依存成分あるんじゃないかって思うんだけどさこれ多分ね抹茶飲むやつなんだけど、線香立てにしてます。1本ずつ刺すタイプだと半端なくお香つけるから、お香用の灰100均とかにもあるんだけど、それ敷いてぶっ刺してます。この辺は蚊がすごいんで、この家庭無比と二日酔い防止のラムネ。これはね今日デスクツアー撮るってんで庭から買ってきたユーカリ。相変わらずミニノート使っております。いつもね DM くれる方たちがね、なんか最近ねノート買ったぜみたいなよくメッセージくださるので、またノートの動画作ろうって思って。でこれがマルドンの塩でしょ。この塩がさマジで美味しいのよ。これどこで売ってるかっていうと、カルディにあるらしいんだけど、私はねブロンコビリーっていうハンバーグ屋さんでゲットしました。で雑多なものを入れてるタンスですね。なぜここに置いてあるのかはちょっと不明です。一応ガジェット系置いてるから蓋付きのコップ最近使ってる。これ何って感じなんだけど、発掘貝殻コレクション、今度配信でさほじくろっかなって思ってる貝ほじるやつ。これしかも真珠出るんだって。3つと化石恐竜まだできてないですね。100円ショップのセリアさんであったよ。100円なんだから。これよくない？これ欲しいね。このトゲトゲ。ちょっとこれハトムギなぜかここにある帳簿つけ終わってない領収書がこんなとこにあります。これ築地で買った黒太郎で、謎なんだけど、これ全部大量の貝。なんかねリース作りに地味にはまってて、これリースのためのワイヤーなんだけど、木のお皿に乗っけてんだけど、これでなんかオブジェ作りたくねみたいな。これもね巣につけてマットな質感にしてみた。これはお魚屋さんで買ったつぶ貝の殻です。こんな綺麗にねやってもらいました全然匂いしない。ここにも貝があるんだ。これセカストで買ったんだ。これ結構大きいの入ってんのよ。これ700円お宝だって思って何かしらに加工したいです。このまま飾っておいても可愛いぐらいなんだけど。でこちらがですね、ケースティファイさんよりご提供いただきました私のピーポーくんのイラストがなんとスマホケースにしていただきました。これを作ってる時の様子がこちらでございます。ピーポーくんのおでこの下で、これ自分の小説の作品のキャラクターなのね。これをこのケースにしたらテンション上がるんじゃねって思って、深海で創作をしている提灯あんこうと金魚を足して2で割ったような生き物なんですけれども、ピーポーくんのおでこの下でちょっと日焼けひどいからこれつけてんのごめんね、見苦しくて。おしゃれしてごめん
ただこんな感じでなんかどうにも提灯があると。これがデスクライトなんですね。この小さな世界でやってるんだ。何かモチーフの魚がいるわけじゃないんだ。おにぎり三角山結び、下原で仏頂で、ピーポーくんの夢っていうのは自分の書いてる作品をお天道様の下で読むっていうのが夢でね。私のスマホがこの色だからこれに合うようにしたいじゃんよ。オレンジもうちょっとこのイメージこんな感じで、こうちょっとブサイクか。イラストでね作る時のコツはね、これはアイビスペイントのアプリなんだけど、保存する時にこの透過っていう背景をね透明にして保存して、ケスティファイさんのカスタムスタジオっていうところから画像写真のところから持ってくる。自動的に切り取ってくれます。自分でこう絵を配置できるので、すでにデザインされてるものこんだけあります。もうこれいいな。ターのタロットのやつだ。おしゃれながらいっぱいあるんですよねこれもうずっと見てる。これ私一日中見てたよこの間。しばらく待ってケースティファイさんから届きました。じゃじゃん。おー、P グリップスタンド、ストラップ、充電できる充電スタンドも。印刷めちゃ綺麗なんだけど。じゃじゃん。おしゃれ。私の好きなクリエイターさんよく使っててさ。おー、どうなってんだこれ。初めて使うよ。いろり。うわー、なんかこれすごい素敵だな。これもうとんでもないじゃん。ここにストラップの穴ついてました。でこれをこうして、ほらおしゃれ。そしてここにパチンと。あとはこれだね。ピロリ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 ロ、ブルーの海な感じで、どっちも USB-C のコードもなんかしっかりしてる。これがついてました。もうなんか世界観がすごく合ってる。じゃあちょっと机に配置してこう。ケスティファイさんのことはですね、もともと存じ上げておりまして、ぜひっていうことでやらせていただきました。マグセーフ対応のケースになってて、でこれがねグリップスタンドなんだけど、ここ引っ張っただけじゃもう全然取れない。こういう風に持って執筆したりで、スタンドになってるので、こんな風に縦でも置けるし、横でも置けるし、このスタンドにもデザインすることができます。写真とかフォントとかでもオリジナルのケースが作れるようになっております。もともとねすごい気になってたのがね、ここがね吸盤になってるタイプがあるんですね。鏡とかこう平らなところに貼り付けられるタイプっていうものがあって、 Vlog 撮ったりする人に便利そうなんだよね。トラップ系もすごい充実してて、私さここちょっと液晶盛りしてて安心感が増しました。カバンとかポケットがこう出しやすいのと、カメラにもねつけたらねめちゃくちゃ可愛かった。だけどねこれね可愛いからずっと持ち歩いてたいんで、もうスマホにつけております。シンプルでおしゃれなものとかもねすごいもうよりどりみどりであるので、こちらのスタンドがですねまた便利ちゃんでして、充電しながらスマホスタンドとしても使える。しかもこれね AirPods も同時に充電できる。角度もこう変えられて、こんな風に横置きもできるので YouTube もねすごい見やすくて、このスタンドもね本当におすすめですね。うちのお母さんがワンちゃん猫ちゃんを4頭飼ってるので、みんなの写真をねここに散りばめてプレゼントにもねいいなーって。でね、この度私のこの動画の概要欄のリンクから購入していただきますと、対象商品が 15% オフになるっていうことなので、気になった方もしねよかったら見てみてください。 15% オフって大きいよねここからはね労働モードでございます。 YouTube では楽しいとこだけ切り取ってるけど、実は私の身の回りには億劫なことがほとんどを占めてる。全部が全部やりたいことかって言われたら全く全然そんなことなくって、やらなきゃいけないことほど時間かかるし、進んでるはずなのにどんどん止まっていく感じがして焦ったりする。水槽のガラスに焦げがついて曇ってくるの見て自分みたいだなと思ったりでしょうか。でもなんかのドキュメンタリーで、大事なことほど大体面倒だっていう言葉を聞いたんだよね。人生を思い返してみたら確かにそうかもって思って、めんどくさくって手を抜きそうになった時に思い返して大事にしてる。おはようございます。3時ぐらいなんだけど、起床調しましたので目が覚めたのでね作業を進めていきます。昨日寝る前に3000文字書きました。小説。おしゃれな恋愛のやり取り書きたくて。
晩ご飯はねどん兵衛食べました。っていうかいつもねカップラーメンとかそんな食べなかったはずなんだけど、ちょっとやっぱ食べたくなる。美味しいどん兵衛。これをやってる時もずっと早く終わらせて小説書くぞって思ってた。まあこの時もね15分ぐらいでやめちゃったんだけど、とりあえず机に向かうのが大事かなって思って。だからね創作活動がご褒美になってる。こっちの部屋はねいろんな制作とかしてるお部屋でございます。よくね楽しく創作するコツって何ですかっていうのを聞いてもらうことがあるんだけど、私はこんな風になりたいなって思うようなかっこいい人をたくさん見つけるようにしてる。そこまで見てくれる人が周りにほとんどいなかったとしても、そこまでやってる人が遠くにいるから続けられることって山ほどあったりするのよ。だから私はかっこいい人を常に探してるし、そのおかげでめんどくさいことも思い越し上げてこなしてこうって思えてる。しかもそういう人ってお天道様を見上げるような場所だけじゃなくて、すぐ隣だったりもっと深くて暗いところにいる人だったりするから、そういう人を見逃さないことがいつまでもワクワク続けられるコツの一つのような気がしてる。そっか。ガッチワン的に2階の地図これはね使わない方がいい。ちょっとねまだね全然引っ越して片付いてないんですけれども、ここがですね、私がいつも小説を書いたり、絵を描いたりする用の部屋にしているところっていう感じです。ちょっとね、なんかすごい状態なんですけれども、ざざっとご紹介させていただきます。まずね、昨日の夜、またちょっとスマートフォンさ、他にもなんかさ、作ってみたいなと思って、ちょっとデザインをしてみたり、なんか変なピーポー書いたり。まあ、物はね、前の家とあんまり変わらないんですけれども、これがね、おなじみのジオードですね。文房具とかノートについてはまたね、次回やりたいと思います。ちょっと原型ないんですけど、これも一応 AMD ノートです。これもノート動画の時にまた載せるね。あとはお魚のシールとか、ホギー・ウェンズデーさんのビンゴとか、自分で描いた絵とか、自分で作った謎のカレンダーとか、お魚ポスター、マツケンサンバ、重則たち、こんな感じで飾っております。そしてこれが、板が白いからさ、ちょっと気に食わなくってさ、またちょっとやろうかなって思ってます。これ扇風機あって傾いてんだけど、しかも。なんかこの色鉛筆はね、お母さんにもらった、おじいちゃんの家から出てきたみたいな色鉛筆もらいました。それとは別にね、こういう色鉛筆も持ってます。色鉛筆で描いたりしております。ここがね、押し入れみたいな収納になってて、地にね、本を全部ずらーって置こうと思ってるんですよ。こっちで本を選んで、こっちで作業して、ここがちょっとこの字みたいにしてるんですよ。違うテーブルなんだけど。ちょっと待って、この時計、これモザイクかけなきゃいけなくなっちゃうから。で、これちょっと机がね、違くて、かっこついてないんだけど、もう私の最近の、もうモットーとしては、今あるものでもう最大限やりやすいように組み立てていく。もうお金も無限にかかっちゃうし、集めてる間に時間かかっちゃうんで、もうあるものでね、最適化していきます。こうやって布引いたりね。これとかほら、前の家でもさ、そう考えるとさ、これ前の家で使ってた机だからさ、だいぶ大きくなったんですよね、こっちの机。ちょっとゴミついて汚いんだけど、このね、足元に敷くこのかまぼこ、私足組む癖あるんですね。こうかまぼこ買ってからね、全然大丈夫。フットレストとかで出てくるのかな、アマゾンで。で、ここにキーボードパイセンたちとか、羽化の剣山の頭のマッサージ。これ大事。頭ね、ほぐすと作業がね、だいぶ楽になる。これはどこだったかな、タイかなんかの、の子にペンを入れてて、これはココナッツのボールに雑多なものを入れてます。で、ここに本を、まだ読み途中の本とか、お気に入りの本ですね。これ、無機物の石需要。これ大好き。あとは、別にここ一軍っていうつもりないんだけど、一軍が集まってますね。25時のバカンス。もう絶対ここにいるよね。魚類学と一緒にね。この人たち。で、これは私が去年に書いた私の長文ですね。これすごいでしょ。よくこんなんでさ、デスクツアー撮ろうと思うよね。これなんだこれ。コード締めるバンド。なんかもう雑多なものが入ってます、ここ。おしゃれなものは何も入ってません。で、ここにレオレオニ先輩がいますね。全体的にやばいんだけど、ちょっとここが一番やばいみたいな。この椅子はいただき物です。モザイクかけようと思います、後で。だってここにさ、ミノンのさ、洗顔があるんだよ。2階に。意味わかんない。原稿合宿ごっこの時に作ったしおり、まだ撮ってんの。そんな感じでね、ここで作業しております。じゃあ、これからね、飲みに行くんで、そろそろ終わりにしようかなって
ちょっと待って、その前に今読んでる本を紹介したいわ。2回引っ越ししてるんですよ、この短期間に。その実家の荷物をね、身の回りの皆々様のお力をお借りして全部持ってきたんですよ、こっちの家に。なので子供の頃から20代前半で集めてた本っていうのが全部この家に大集結しましたので、500冊ぐらい多分処分したんだけど、だらだら語るという動画もね、今度あげたいなと思ってて、その中でももう超お気に入りのちぐさそういちさんのこちら砂丘率ですね。実家から取り戻してきて今これ読んでるところ。私の主人公はですね、砂丘さんって言うんだけど、ここから取ったつもりは全くないんだけど、なんか影響されてたのかな。マルゼンでね、文庫版は売ってるんだけどね、このタイプの砂丘率はね、もう買えないんじゃないかな。ちぐさそういちさんの作品がまだマルゼンになかった頃なので、中東の町で書かれた歌手、日本人の方だけどね、これを読んでて、これは梨木かほ先生のエッセイですね。やがて満ちてくる光の。やっぱ梨木先生のエッセイね、めっちゃいいですね。路辺の風音。梨木先生の日常の中の小さな発見をどんどん広がってって、読んでる読者側が私事みたいに思えるっていうかさ、自分もそのことについて考えていかなきゃなとか、その視点を持ちたいなとか、エッセイとしてのその着地点の美しさみたいなのがすごくかっこよくて、私これ自分がさ、家日誌でちょっとエッセイっぽく書いてみたいなと思って参考書として借りてきたんだけど、やっぱ自分が書いてみた後に読むと、もう本当に私エアーズロックを前にした野ざらし者みたいな気分になりましたね、これ読んだ時に。なんか日常の些細なことが面白い事件だったり、すごく詩的だったり、翻訳能力っていうかさ、梨木先生自身の人間的な深みと魅力で、他にもねいっぱいあるの。この梨木先生がおすすめしてるいろいろ本があるんですけど、それはまたちょっと長くなっちゃうんで次回にします。そしてもう一つ今ハマってるのがこれですね。多分ね、質感はね、小説だとゴート、美術手帳はねよく読んでたんだけど、これはね C バージョンです。でこのイラン現代史を読むっていう、これもすごく良かった。なんか日常のさ、詩的な瞬間ってあるじゃん。風ってそういえば形は見えないけど、カーテンを揺らしたり木を揺らしたりして存在を感じる。なんかそれってちょっと人間の非言語的コミュニケーションと似てないみたいなちょっととにかくその日常のなんか詩的な瞬間みたいなのを小説にしたいなっていう風に思ってるんだなっていうことになんか気づいて、今ね詩を読んでみてます。すごくいい。イラン現代詩を読む、これもいいし、あと気になってるのはパレスチナの詩だったかな。やっぱ中東の言葉ってねすごく美しいなって思うんですよね。千夜一夜物語で思ったんだけど、それでまた興味を持って広げていってます。ちょっと他にもねおすすめの詩の本あるんだけど、ちょっと割愛するね。じゃあね、ちょっとねあと15分ぐらいでね行かなきゃいけなくなっちゃったから、この辺で締めたいと思うんですけれども、あとケースティファイさんのね商品、もし気になる方いらっしゃいましたら、概要欄のリンクから購入すると対象商品 15% オフになるので、よかったら見てみてね。もしさ買われた方いらっしゃったら、私のインスタの DM 欄にさ、もしよかったら写真送ってくださいめちゃくちゃ見たいんでじゃあ見てくれてありがとう。バイ。